誇り、国家、国民の誇り。近年日本のネット空間に愛国動画という一大コンテンツが登場した。それは決まって外国人による称賛という形をとり、日本に関するあらゆる事柄が持ち上げられる。自画自賛はみっともないという意識があるのだろうが、その実これらの動画の実態は自画多賛であり、多くの誇張と嘘が含まれる。愛国ポルノ、愛国麻薬とも呼ばれるこれらの動画は、自国優越主義、外国蔑視、排外主義、差別を育てる土壌の役割を果たしている。この動画では、愛国コンテンツの種類と発展過程、視聴者の心理、さらには日本のナショナリズムを分析する。愛国動画の種類は5つに分類される。1、マスコミによるもの。2、外国人 YouTuber。3、スポーツコミュニティ。4、解説系。5、フェイクインタビュー、フェイクニュース。特に3、4、5は、隣国ヘイトの性格が強い。これら5つの動画に共通することは、訪日外国人の8割はアジア人であるにもかかわらず、ほぼ欧米人、白人による反応ばかりだということだ。愛国コンテンツを始めたのは大手メディアである。2010年頃から日本を称賛する外国人が登場するテレビ番組が増え始めた。観光客へのインタビューもあれば、ドキュメンタリーやトークショーなど、形態は様々だ。当然やらせも多く、とあるカナダ人出演者は思ってもないことを言わされたと証言している。愛国は金になると飛びついた人たちがいる。YouTuber だ。彼らは派手なサムネイルで視聴者を誘い、日本に関するありとあらゆることを褒めちぎる。サムネイルの特徴は、日本の何々に感動。もう母国には帰れない。母国に帰るとショックを受けた。衝撃。外国人が絶賛。など大げさな表現が並ぶ。これらは普通の文化交流チャンネルとは大きく異なる。後者はその国のいい面と悪い面の両方について取り上げるが、前者はただいいことしか言わない。お世辞で相手を気持ちよくさせ、金を稼ぐのは実質的にキャバクラと同じである。スポーツはナショナリズムと相性がいい。サッカーのせいで戦争になった国もあったし、欧州ではウルトラスやフーリガンによる差別的なチャントが問題になっている。大衆というのは集団になると自分が大きくなったように感じ、自分一人の時には絶対しないような言動をすることがある。強豪チームのファンが自分まで強くなったと錯覚し、他チームにマウントを取り、傲慢な振る舞いをするケースがそれだ。当然右翼との親和性が高い。日本における二大人気スポーツ、サッカーと野球のネットコミュニティにおいても、ナショナリズムが根付いている。スポーツコミュニティでよくある内容が、日本人のモラルを強調するものだ。マナーのいい日本選手、サポーターとそれに対するマナーの悪い韓国、中国など、外国チームとの違いを強調した構図だ。実際一部の海外ファンや選手の中には、悪質なファールや無礼な振る舞いを行う者もいる。しかしそれをわざわざ取り上げて叩くのは、モラルある行為と言えるのだろうか。一部の外国人を出しに、日本人の民度すごいをやりたいだけではないか。深刻なのは、中国人や韓国人が皆民度が低いかのようなコメントだ。集団をある一つの傾向のみに当てはめて解釈する、確一的な思考は過度の一般化であり、差別である。本当に紳士的な日本人選手は眉を潜めるだろう。また、日本代表に関する動画を見ると、その他の日本すごい動画がお勧めされる。つまり同じ層が見ているということだろう。スポーツは勝負の世界であり、順位表やランキングで強さが格付けされる。この感覚を他の分野に持ち込むのはあまり良くないと私は思う。過度に勝ち負けや上下で国を比べるのは不健全である。解説系動画はゆっくり実況やボイスロイド、漫画を使った愛国ポルノであり、嘘、捏造、曲解、過激な表現で溢れている。
このあたりになると愛国濃度が致死量に達する。その内容は、日本の何々を拒み、中国と手を結んだ国が郊外。中国製でなく日本製を選んでよかった。日本に韓国人が嫉妬し発狂など、虚実を織り交ぜて他国をけなし、日本を挙げるものだ。これは韓国の建設会社が手掛けた、ペトロナスタワーやマリーナベイサンズが傾いているという、建築技術を笑う動画。こちらも相変わらず中国と韓国がメインに叩かれているが、中には欧米をけなす動画も存在する。これはイギリスがトヨタを潰そうとしたが失敗し後悔といった内容。最近はポリティカルコレクトネスを批判し、日本のアニメを称賛するタイプも伸びている。フェイクインタビューでは、欧米の有名人が日本を絶賛し、最高の国だと褒めたたえるのが主な内容だ。もちろんすべて捏造であり、そんなインタビューは存在しない。中国と韓国と違って日本は臭くなかったというテーラーする人。日本だけが僕を受け入れてくれたんだというマルフォイ役の役者。他には韓国と中国の反日学生が欧米名門大学の教授に公開論破される。日本人を馬鹿にしていた外国人を口外させるといったスカット系も再生数を伸ばしているようだ。このチャンネルは登録値が韓国になっていた。日本の視聴者はすっかりカモにされている。また、韓国にも似たような動画があり、タイトルやサムネイルなど構図がよく似ている。普通の人が見たら嘘だと疑うような内容をネット右翼が簡単に信じてしまう。優れた日本、劣った中国と韓国。これが彼らが見たいものであり、不変であってほしい願望なのだ。最初から中国、韓国が嫌いな人はいない。最初にマイルドな愛国動画を見るステップを踏んで、ナショナリズムにとらわれていく。ただ外国人が褒める内容の動画を入れ口に、日本が褒められることが当然になり、世界中で認められる我が国を認めようとしない韓国と中国に対する憎しみと蔑みの感情が増加していく。そしてさらに、過激で攻撃的で差別的な内容を求めるようになる。愛国動画は、日本に関するほぼすべてのことが動画のネタにされるため、必ずどこかでおすすめに表示される。つまりこれは差別主義者、右翼へ達するパイプラインなのだ。ネットを利用する際は吸い込まれないよう注意する必要がある。私は一人の日本人として、こういった愛国コンテンツを強く非難したい。自称愛国者たちは、国に誇りを持つのは当然、愛国心があって何が悪いと開き直るが、このような動画で自慰行為をすることのどこが誇りある行為なのか。同じ日本人だという理由だけで、他者への称賛をまるで自分の手柄のように扱い、実践のない達成感を得ようとする。外国人から少しでも日本への称賛を絞り取ろうと、カツアゲのようにマイクを押し付ける。さらに外国の短所ばかりを上げつらい、捏造までして相対的に日本を上げようとするのは、誇りではなく、おごりである。本当に愛国心と誇りがあれば、このようなみっともないことはできない。次の章では、なぜこのような動画に需要があるのか、視聴者の心理と社会的背景を分析する。この現象を理解するために必要な心理学用語は、所属と愛の欲求、承認欲求、同一視、集団的ナルシシズム、投影の5つである。欲求段階説とは、アメリカの心理学者マズローが提唱した人間の欲求は5段階で成り立っているという心理学理論である。5つの欲求はピラミッド構造となっており、仮想の基本的な欲求から満たしていくことで、最終的には最上段の欲求である自己実現に至るとされている。下から3つ目の欲求が所属と愛の欲求だ。人間は何らかの社会的集団に受け入れられることで安心感を得る生き物であり、家族や職場、クラス、地域コミュニティ、ファンダムなど集団に所属したい、仲間を得たいという感覚のことだ。ネットコミュニティは、現実で所属欲求を満たせない人が集まりやすいと昔から指摘されてきた。ナショナリズムとネットコミュニティの組み合わせは、負のエネルギーを生み出す。承認欲求とは、他者から認められたいと願う欲求を指す。
5段階の下から4番目の欲求だ。承認欲求が強いと他人との比較に固執してしまう傾向がある。また他人からの批判に敏感なことも承認欲求が強い人に見られる傾向だ。承認欲求が強いと自分の考えを肯定してほしいという思いが生じる。賛同を得られて肯定される場合は気分も高まるが、批判的な意見にはネガティブかつ敏感に反応してしまう。例えば、自分の考えが否定されると悲しみや怒りを覚えたり、否定されることを強く恐れたりする。ご存知の通り、SNS はこの承認欲求と非常に相性が良く、いいねをもらうことに執着してしまう人も少なくない。同一視とは、自分にない優れた能力や名声を持つ他者を真似て自分を近づけることで、自分自身の価値を高めたり、劣等感やコンプレックスから逃れようとしたりするものである。また、自分自身の存在自体を対象となる他者に重ね合わせ、他者や他者の状況を自分のことのように感じたり考えたりする。同一化は自己と他者の区別がつかなくなるほど多くを取り入れるため、自分がその他者であるかのように感じてしまう。例えば、親の肩書きや功績をあたかも自分のものであるかのように自慢する。スターの活躍や世間からの称賛を自分に与えられたものと感じ満足するなどだ。他者を真似ることで自分を守り続けていると、自他の区別がつきにくくなり、主体性のなさにつながることも考えられるため、注意が必要である。この類の動画を見続けると、自国が褒められると自分が褒められたように感じ、自国が批判されると自分が批判されたように感じるようになる。ノーベル賞を受賞したり、海外スポーツで活躍する日本人の功績を、同じ日本人だというだけで自分の功績であるかのようにすり替え誇り、承認欲求を満たし、さらに他国にマウントを取る人たち。彼らはまさに自他境界がおかしくなっている。また、国イコール自分という図式を外国人に対しても当てはめるようになる。これが差別主義者への第一歩となるのだ。集団ナルシシズムは、個人の自信の低さや自尊心の低さを補うものとして作用する。自分に自信がない人は、より大きなグループと密接に連携し、そのグループを特別で素晴らしいとみなすことで安心感を得ることができる。その結果、彼らは自分が選んだグループの地位を非常に守り、軽蔑される可能性に非常に敏感になり、脅威とみなしたグループを軽蔑することに熱心になるのだ。集団ナルシシストは、自分のグループの重要性と価値が、他の人に十分に認識されていないと考えている。自分のグループは特別扱いを受けるに値すると感じており、当然の評価と尊敬を得るべきだと主張する。言い換えれば、集団ナルシシズムは、自分のグループの誇張された偉大さを信じ、外部からの承認を要求することだと言える。ショービニズム、ジンゴイズムは、集団的ナルシシズムの代表的な例である。投影とは、自分の中にある受け入れがたい感情や衝動、劣等感、認めたくない人格などを自分が持っているのではなく、他者が持っていると思い込む心の働きである。他者に転嫁することで、それらの自分にとって好ましくない感情などを正当化したり、相手も同じものを持っているという安心感を得ようとする。例えば、あの人は私にライバル意識を抱いている。実際に劣等感やライバル意識を抱いているのは自分。私は A さんに絶対嫌われている。自分が A さんに苦手意識を持っている。上司が自分を評価してくれない。自分が自分を評価していないなどが挙げられる。投影性同一視も、投影と同様に、受け入れがたく、悪い自分として過去に無意識下に抑圧した自分の一部を他者に転嫁し、自分の中にある認めがたい部分と直面する苦痛から逃れようとする心の働きだ。さらに、投影性同一視は、他者に自分の好ましくない感情を投げかけた上で、それについて何かを言う、態度や感情で示すなどして他者を操作し、その好ましくない感情を他者も持つように仕向ける。投影された他者はそれに影響を受け、
実際にその好ましくない感情を持っていると感じたり、そのように振る舞ったりするようになる。この点が単なる投影とは異なる点である。具体例は、A さんが嫌いという気持ちがどうかにある。私は A さんに嫌われているという投影が、A さんに対し、俺のこと嫌いだろう、などという、ぎこちない態度で接するなどしているうちに、本当に A さんから嫌われてしまうなどが挙げられる。このように、他者のなぜか気に障るところ、イライラする部分などが、実は自分に対するコンプレックスや劣等感、過去に抑圧した自分の嫌いな部分であったりすることは少なくない。これを日本と韓国のネット民の関係に当てはめてみよう。日本人または韓国人が、自国や自民族に対し何らかの劣等感を抱いているとする。容姿や歴史や骨格だったり、何らかのコンプレックスを相手に投影することで、自分自身のコンプレックスを見ずに済むわけだ。さらに相手に対する嫌悪感を、相手が自分を嫌っていると転化し、正当化する。両国の一部のナショナリストが発するヘイトは相手国へと伝わり、憎しみの連鎖が出来上がる。敵の存在は集団的ナルシシズムをより強固にする。以上をまとめると、日中韓3カ国とも所属欲求や承認欲求が満たせず、自分を誇ることができない人たちが一定数おり、自己と国を過剰に同一化することで、自他境界が狂い、集団ナルシシズムにはまっていく社会問題を抱えている。彼らは皆似た者同士であり、投影による同族嫌悪を日々まき散らし、ネットを汚染している。これは鏡に映る自分相手に喧嘩するようなものだ。愛国コンテンツはいつ始まり、どのように発展したのだろうか。主な理由としては、経済停滞による日本の相対的国力の低下が背景にあると考えられる。戦後、経済復興を遂げ、アメリカを凌駕する勢いだった90年代から、バブル崩壊などによる数十年の経済停滞。2010年に中国に GDP で抜かれ、IT など一部産業で韓国に負けたことによる焦りや悔しさ。さらに2011年の原発事故など、様々な出来事が日本人の自信を喪失させた。空っぽになったナショナルプライドを埋めるかのように、この手の動画が急増した。また、民主党政権が誕生し、下野した自民党が政権復帰を目指すため、愛国を強くアピールするようになったことも一因。国が衰退し始めると、国民は虚栄心を満たすために、ナショナリズムにすがる。これは世界各国で見られる現象である。中国や韓国でも、この手のナショナリズムが熱を帯び、相互依存的に広がっていった。しかし、これは最近の現状分析であり、日本のナショナリズムを真に理解するには、近代まで遡る必要がある。1853年、アメリカ合衆国海軍東インド艦隊の艦船4隻が開国を求め日本に来航した。この事件を機に日本は欧米列強による覇権争いに巻き込まれていく。幕府は不平等条約を結ばされ、領事裁判権を認め、関税実施権はなく、生糸や茶が大量に海外へ流出して、国内で品不足となり、連動して諸物価が高騰。その一方で安い綿織物が日本に流れ込んだため、綿作農家や綿織物業は経済的に大きな損害を被った。欧米人に対する憎しみは尊皇攘夷運動となり、後に尊皇倒幕へと変髄し、1868年、明治新政府が誕生する。当時多くのアジア諸国は列強の植民地となっており、日本は近代化によって帝国主義国家になることでそれを避けようとした。新たな時代を作る大志を抱き、多くの日本人が欧米に留学した。しかし、日本と欧米の文明には巨大な差があり、さらに有色人種差別を受ける経験から、特に元上位派の志士たちはひどく屈辱感を感じた。近代日本はアジアを脱し欧米に入る脱亜入を目指し、アジア人としての自己否定とも言えるアイデンティティクライシスに陥る。作家夏目漱石は1911年の講演でこのことについて語っている。西洋の開化、すなわち一般の開化は内発的であって、日本の現代の開化は外発的である。ここに内発的というのは、
内から自然に出て発展するという意味で、ちょうど花が開くように、おのずからつぼみが破れて、花弁が外に向かうのを言い、また外発的とは、外から追っかぶさった他の力で、やむを得ず一種の形式を取るのを指したつもりなのです。左高廃愛の空気で200年も麻酔した挙句、突然西洋文化の刺激に跳ね上がったくらい強烈な影響は、有史以来まだ受けていなかった。日本の開化はあの時から急激に曲折し始めた。急に自己本位の能力を失って、外から無理押しに押されて、いやおうなしにその言う通りにしなければ立ち行かないというありさまになった。それが一時ではない。時々に押され、刻々に押されて、今日に至ったばかりでなく、こう何年の間か、またおそらく永久に今日のごとく押されていかなければ、日本が日本として存在できないのだから、外発的というより他に仕方がない。この圧迫によって御人は、やむを得ず不自然な発展を余儀なくされる。こういう開化の影響を受ける国民は、どこかに空虚の感がなければなりません。またどこかに不満と不安の念を抱かなければなりません。しかしそれが悪いからおよしなさいというのではない。事実やむを得ない。涙を飲んで、上滑りに滑って行かなければならない。1905年、日露戦争に勝利した日本人は、一等国としての自負心を強める。しかしどこまで行っても西洋人でないことから生じる二流性への不満や不安は、西洋化を国家的存続手段とした日本における西洋の権威化と不可分にあり、それは漱石以来、近代日本が一貫して抱え続けてきた問題であった。日本人は劣等感から免れようと、アジアの諸民族を見下すことで優越感を得ようとし、その最標的となったのが、自分たちに最も近い存在である朝鮮人と中国人であった。しかしながら、名誉白人の自意識は、アメリカ人に志願にもかけられず、パリ講和会議における人種差別撤廃提案の否決、排日移民法による日系移民の全面禁止によって、日本人の対米感情は悪化した。白人に拒絶された日本人のアイデンティティはアジアへと回帰する。しかしそれはアジア諸国との対等な関係ではなく、日本を頂点としたヒエラルキーであり、帝国主義のプロパガンダに過ぎなかった。アジア解放、アジア人のためのアジアを掲げた日本帝国は、同じ口で中国への侵略と憎しみを煽り、後に国際外盟を脱退、石油の輸出を制限したアメリカとの開戦に至る。開国以来積もり積もったアメリカ人に対する劣等感と恨みは裏返り、狂信的な自民族優越主義、深刻思想へと変貌する。1945年、日本はアメリカに敗戦。史上初めて外国による占領を経験する。日本人が生き延びるためには、空襲で同胞や家族を虐殺したアメリカの物資に頼る以外の道はなかった。それは完全な敗北であり、日本は物理的のみならず、精神的にも打ち砕かれたのだった。開国とともに誕生した日本の近代ナショナリズムを克服するには、結局エゴを捨てるしかないのだと思う。健全な愛国心とは、謙虚な心を持って育まれる。愛国動画の問題は、この謙虚さが失われることだ。外国人が褒めまくる動画ばかりを見ると傲慢になり、他国から学び、自国の欠点を直そうとする向上心がなくなってしまう。さらにそれが悪化すると、自国優越主義や外国蔑視へとつながり、優れた純潔な我が国を汚し、破壊する外国人。文句が少しでもあるなら出ていけ、といった考えに染まってしまう。肥大化したエゴと劣等感の慣れの果てが差別主義者だ。日本を愛するために、わざわざ外国人によるリアクションは必要ない。普通に国を愛し、謙虚な誇りを持てばいいだけだ。現在世界では、移民・難民の増加に比例し、排外主義が拡大している。我が国も少子化により、今後外国人労働者や移民が増えると見込まれる。それに伴い、右翼がさらに増長し、
下劣なナショナリズムと悪質なデマが拡大するかもしれない。彼らは己の自尊心を満たすためなら、どんなデマでも飲み込む愚か者であることを思い出してほしい。つまり移民に対するデマも同じように信じ込むということだ。デマを信じ込んだ差別主義者が何をしでかしたか、歴史はしっかり記憶している。1923年に起きた関東大震災で、朝鮮人暴動の類元を盲信した自警団、軍人、警察官が多数の朝鮮人を虐殺した。過剰な自己防衛本能は人を殺める危険性を秘めている。街中や SNS でネット右翼が平気でヘイトスピーチを撒き散らす現状を見ると、このような事件は再び起こらないと断言できない。インターネットは凄まじい速さで多数の人に情報を伝える力がある。その力はネットの中だけにとどまらず、現実世界へ影響を与える。私たちはネット空間を憎しみに満ちた連中から取り戻す必要がある。悪が勝利するために唯一必要なことは、善人が何もしないことだ。私がこのチャンネルを創設した目的は、真の誇りを得るためだ。郷土を愛し、社会を良くしようとすることは、他国や他民族に敬意を持つことと当然両立し得る。一方で、日本の現状に失望し、自国嫌悪に教えることも避けなくてはならない。近現代ナショナリズムの複雑に絡み合った感情と矛盾を解きほぐし、未来志向の新たな精神を探す道。古の都の朱雀王子のごとく、中道を貫く道だ。あなたも私と共に歩んでほしい。